はい、こんにちは。山下夏美です。9月11日水曜日、オクトーバーフェストニューポートビーチ編のデイ4ですね。この日はですね、バルボアピアで朝、夕方の2ラウンドですね、練習してきました。ただいまの映像ね、これ朝の映像になってるんですけど、この日はですね、一番難しかったかなといった印象ですね。特に朝一はね、まだ良かったんですけど、一番風の影響を受けたんじゃないかなと思います、この日が。ただし、ちゃんといいところ行ければこういう風にラップ、横走れる波だったかなとは思います。やっぱ風の影響をね、相変わらず受けてるんで、レフトもしっかり合わせながら、両サイド、ライディングを確認していく日となっております。かなりね、波は難しかったんですけど、朝も夕方もですね、この日はですね、ライダーがかなり多く集まった日ですね。プロからアマチュアまで。この日はかなり人数多くてね、結構ビーチが盛り上がってたといった感じですね、スキムボーダーで。この時間はまだ風の影響はあんまり受けてないからね、しっかりラップ側メインで走っていってるんですけど、ちょっとやっぱり割れ方に癖がある感じですね、少し。さあ、同じビッグライダージョニー・サルタですね。このライダーもビッグの女子のプロのブラジル人のジリアですね。こんな感じでかなりライダーが集まってる感じとなっております。そして、2024年 UST ランキング2位でフィニッシュしたデン・キャメロンですね。同世代プロライダーですね。ちょっとね、波ちっちゃくなってるから、この辺トリック積極的に試しながらやってます。エアー系をね、ちょっといろいろ試しながら、来たこういうデカ波は逃さず、しっかりラップラインになってきます。さあ、これはビッグのオーストラリアのライダーですね。アマチュアのジョエルと、今乗ったのがダン・キャメロン。そしてジョニー・サルトですね。かなりライダーが集まっております。さあ、ジョニー・サルトフロントサイド。そしてデン・キャメロンのダウン・ザ・ライナーですね。うまいですね。このグーフィーライダーのこのラインはですね、やはりレギュラーライダーもフロントに積極的に狙っていきたいラインですね。やっぱりこんな感じでですね、ちょっとピア側に行くとね、ややサイズが下がり気味なんですよね。それでも十分こんな感じでラップできたりするんで、いいんですけど、こういうフロントは積極的に逃さず、しっかり走っていきます。ビッグライダーのジェリア、フロントサイドですね。スルンガのローカルだからフロントの乗り方うまいですね、女子のだからとかなり。ターンからエアを狙ったけど、ちょっと着地失敗ですね、これ。そしてスピナーからターン。ちょっと派手なワイプアウトですね。やっぱりちょっと難しめの波だったからね、この日はね、朝は特にちょっと苦戦した感じですね。フロントサイドエア。さあ、デン・キャメロン。スリーショービット。から、ダウンザライナー。
このラインをやっぱりしっかり取りたいですね。さあ、オーストラリアのジョエル。ビッグライダー。いいっすね。いいエア。そしてピア横でラップを狙っていく。いいですね。レギュラーはやっぱり、レギュラーライダーはこのピア横を狙うのすごいいいですね。ラップは。さあ、ジョニーされたフロントサイド。ターンから流して、フロント180ですね。ハイクオリティ。やっぱりこの横に流すライン重要ですね。フロントサイドやっぱ取りたいところですね。さあ、同じラインでフロントサイド。やっぱりゆっくり合わせながらね、こういう風に、最初はね、この水の流れを読んでいくところですね。重要なのは。さあ、そして、バックサイド、エアー着地。ちょっと弾かれましたね。さあ、スピナーからのリッピング。これいいですね。サイズもあって、コンプリートします。あとはやっぱこのね、海外、特に、サンドドロップができないとね、まず勝ち上がることができないんでね、サンドドロップの重要性っていうのをここに行くたびに本当に思いますね。この傾斜、しっかり加速して乗るには。さあ、ダウンザライン。やっぱりちょっとね、やや難しめの波が。どうしてもね、レフト側に開くからね、バックサイドのダウンザラインの波方ちょっと少ないですね。ただ、しっかり合わせる練習はしていくって感じとなっています。こういうラップライン側のね、波はできるだけ逃したくないですね。さあ、電気アブのエアうまい。から僕が巻いてやですね、今度。コナミでちょっと飛ぶ練習をね、だいぶ意識してやってた感じですね。フロントサイド。ちょっとこういう飛ぶラインをね、適度に合わせながら、しっかりね、この午前中は練習していくっていうのをメインでやっていった感じですね。このやっぱ癖がある、ややグーフィー向きな波っていうのはもう数やらないとね、なかなか慣れないですね。さあ、そしてここから、夕方ですね。同日夕方。ポイントは同じくバルボアピアですね。この夕方の方がね、ちょっと風の影響は受けてたんですけど、日没にかけてですね、風が弱まってってね、面が整っていくんで、ちょっと来た時間はね、まだまだ厳しい感じなんですけど、それでも、こんな感じで、朝と同じようにね、ちょっとトリックメインですが、練習できる環境となってます。で、人がいないんでね、この時間まだ積極的に走っていってます。さあ、いいエア。これ今のいいですね。ここで、日本人プロの藤岡翔太プロと合流した感じですね。やっぱこの日がちょっとね、見ていただけるとわかるんですけど、やっぱ一番多分よれてるんですよね、このデイ4までで。なのでね、一番ちょっと波の調整を考えながら練習させられた日ですね。コナミからセットまでしっかり両方乗るようにしてます。こういうセットとかね、来たら。これちょっと惜しいんですよね。せっかくサイズあるけど乗り切れなくて。最後ボディサーフィンコンプリート。日本人の女子プロの宇野香織プロですね。そして僕もラップ。いいですね、これ。しっかり動かして。香織プロ。バックサイドターン。いいですね、スプレー。ここでね、フロントで今みたいなのを合わせるか、バックサイドで合わせるかですね。さあ、藤岡翔太プロ。バックサイドターン。やっぱりね、結構左に開くんでね、バックサイドレギュラーで合わせるのがね、結構難しいんですけどね。さあ、3ショービットからターンしてエアコンプリート。これもいいですね。ちょっとずつ波質が分かってきたんで、こういうコンビネーションとかも試しながらやっていく感じですね。
藤岡翔太プロ。バックサイドターン。さあ、ちょっと早めに出て、スリーショービットだけど、もったいない。さあ、これは同じ世代のジェームス・プラキラスですね。アマチュア時代に何度か対戦します。この選手も波の感覚がね、結構優れてる選手ですね。あと、エアが高いですね。さあ、藤岡翔太プロ。いいラップ横走ってますね。かなりベストライドだと思います。さあ、フロントサイド。フロントラップ側から狙ったけど、ちょっと前出れずですね。さあ、デーン・キャメロン。エアですね。ちょっとね、まだ風の影響を受けて波がちっちゃいからね。で、全体的にみんなトリックをメインでやりつつ、来たセットは逃さずみんな走るみたいな感じでやっていってますね。この時間は。さあ、フロントサイド。いいですね。いいとこだってた。で、横に走る。これいいですね。この嗅覚、すごい大会とかで勝つには重要ですね。さあ、アマチュア同世代、リョー・ブッシュマンですね。いいバックサイドターン。さあ、僕もバックサイドターンからワン ITR ですね。コンプリート。サンタクルーズのジェイクですね。僕と同世代ですね。アマチュアジュニアのトーマスですね、これは。この僕の1個世代のこのトーマスの世代の12、14、今だともう15歳になってるかもしれないですけど、この世代めちゃめちゃうまいです。さあ、これいいですね。ベストライドかな。ターンから1 IT やかなり高いところからコンプリートしましたね。さあ、ジェイク。ダウンザライナー。やっぱこのグーフィーライダーのこのライン取り、すごいいいですね。ライナーのこのライン。して僕もラップ。ピア横に来たのは逃さずって感じです。藤岡翔太プロ。いいスプレーターンですね。フロントサイド。しっかりこの、いい流れのところ合わせましたね。いいコンプリートですね。さあ、デーン・キャメロン。下で切って、このラップ。完璧ですね。おそらくベストライドじゃないかな。映像を撮ってる中だと。デーン・キャメロンの。さあ、これも先ほど紹介した下の世代のうまいライダーでしたね。コルトンですね。もうセミプロでもう直近何回も結果残している。一番プロに上がってくるのが早いんじゃないかなと思います。下の世代だと。さあ、同世代のトーマスですね。コルトンと同世代です。僕もこの辺はフロント打ちつつですね。さあ、これもいいラインですね。ライン取りとしてはすごいんだけど、ちょっともったいないですね。この水量に弾かれちゃうことが多いんで、なかなか苦戦した感じですが、いいトリック練習できたかなと思います。最後にご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。